どうも、田舎もんです。ということで、前回からですね、このキッチンをね、ぼちぼちと片付け始めました。で、見取り図でいうところのね、ここにキッチンがあるんですけども、今と玄関はね、まあ、それなりになりましたんで、ここが片付くとね、生活全般がまあ、うまく成り立つかなという感じなんですよね。で、いろいろ物が置いてあってね、大変だったんですけども、この冷蔵庫ですね、物置の方に片付けまして、この開かずのネタのやったところから謎のおかかが出てきまして、そして超絶負のオーラが漂うね、空間も出てきまして、まあ、ここをね、ぶっ壊していきました。で、解体したものはですね、ちょうどいいところに窓があったんで、こんな感じで外へ放り投げてね、まあだいぶね、はかどりましたよ。で、もともとこんな感じだったところが、現在ですね、ここまで片付きましたということで、続きですね、この棚の残りをね、ちょっと解体していきます。で、まあこんな木もね、外すたびにまた使えるかなとかね、2秒ぐらい考えながらやってるんでね、まあなかなか進みが遅いわけですけども、で、このブロックのね、ちょっとした壁は後から付けられていて、モルタルがですね、この木の上に乗ってるんで、まあその辺をね、少しだけ慎重にね、撤去を進めました。で、全部外すとですね、この下の木ですね、大引きっていうんですかね、まあ、これはもうグラグラでね、支えにね、下にこの塚が置いてあるだけでしたね。まあ、この塚にしてもね、この横に引いてある木にしても妙に綺麗なんでね、まあ、補修されてあったんかなと思いますね。で、ここだけちょっとね、釘で止まっているんで、ノコギリで切断しておきました。で、この木はちょっとね、綺麗な上にでかいんで、VIP ルームでね、保管しておきますよ。まあ本当にね、一歩一歩の歩みはめちゃめちゃ遅いですけど、少しずつね、生活しやすくなってるなって最近思いますね。ということでね、撤去は終わったんで、今度はまた清掃ですね。この土の部分もですね、いろんなものが落ちてて、ちょっと気色悪いですけどね、こうやって掃除してやることで、まあ少しずつね、この自分の気が移っていってるような感じがしましたね。ああ、これはなんか、まあでもこれもね、石かと思ってたら全然違うもんでしたよ。なんかのうんこやな。まあこんなね、得体の知れない何かのうんこの真横でですね、一年以上料理して飯食ってたんでね、まあ世の中知りたくなかった事実もあるよなぁなんて思いながらね、なるべく裏庭の隅の方へ投げておきましたよ。まあそんな感じで、ね、年代物のね、この謎のスリッパとか発掘しながらね、この土の部分の清掃を終えました。で、ちょっと一箇所気になる部分がありまして、この土台なんですけどね、明らかにシロアリの軌道がここにあったんで、傷んでないかね、ちょっとプロっぽくね、ハンマーで叩いて確認したんですけど、結局よくわからなかったんで、この表のトタンをめくって確認しました。で、見てみるとね、傷み具合は結局よくわからないんですけど、添え柱的なものがしてあるんで、まあ今はええかなと、見なかったことにしてね、蓋をしておきます。ということでね、もろもろのこの撤去と清掃が終わりまして、まあ、ここにコンクリートを打てばね、キッチン広く使えるなというふうに思ってたんで、まあ、ここにね、コンクリートを打つ準備を進めていきます。で、いろいろ計算してみると、セメント、砂、砂利合わせて20袋弱必要だということでね、まあ、運ぶのめんどくさいなと思ってたらですね、ちょうど近所の先輩、マーシーさんが遊びに来たんで、まあ、手伝ってもらいました。まあ、うかつに我が家に遊びに来るとね、みんないろいろ働かされるんでね、まあ、気の毒っちゃ気の毒ですけどね。ちょっと汗かいた汗かいた。ということでね、ちょっと高汗をかいたおっさん2人で向かったところは、いつもの川ですね。まあちょっとね、女の子でもいればね、絵になるんですが、おっさん2人の水浴びにそんなに需要はないと思うんでね、この辺りにしておきます。で、コンクリを打つためにまずはね、型枠がいるんで、その辺に転がっているね、こんな感じの木、手頃なものをね、集めていきます。
で、ある程度集めてきたら、ちょっとこれはもうね、適当なんですけどね、場所に合わせて、つなぎ合わせて、石とか置いて立てておきます。まあこんな感じでめっちゃ適当なんですけどね、こういう細部にこだわれる人間になりたいんですけどね、そこまでやれないのが自分やなってね、思いますよ。で、このブロックの下の部分がこのままだとちょっと汚い感じになるんで、一旦壊します。これ外すとね、ブロックが落ちてこないかちょっとビビりながら取り出しましたが大丈夫でした。で、これを再度ちっちゃく砕いてね、下に押し込んでおきます。で、ようやくですね、下地を作っていくんですが、片枠がちょっとね、適当すぎてね、下からバラスがこぼれるんで、こう庭をね、2、3周して、これ石を集めてます。で、石といえばですね、以前裏庭に積み上げたこの石ですね、これをサイズ別に分類して石用のプール作ったんですよね。で、まあそのね、いろいろあってね、今これ全部穴に埋まってんですよね。で、なんでこんなことになったかっていうと、話はさらに遡りまして、これまたマーシーさんに協力してもらって、この西側のね、邪魔な木を切り倒したのはいいんですけど、この切り株の撤去ができなくて、車が通れなかったんですよね。で、冬場に薪を集めて裏庭に持っていくのに、一旦これ手前で下ろして、この人力で運ぶっていうね、まあ本当にね、無駄な労力が発生していたところですね、造園業の親父さんと知り合ったんで、ここはね、この抜根をね、プロに任せました。まあちょっとね、お金はかかりましたが、これでとうとう裏までね、車が入れるようになって、今度から薪を運ぶのがかなりね、楽になるんですよね。で、その時結局ね、5、6本ね、抜根してもらったんですけど、その話の流れで、裏の排水がね、悪いって相談したら、穴掘ってそこにちょうど石があるから埋めたろっていうことになって、さすがにね、重機で作業されてるんで、僕もね、石を選んでくれたら言えずね、まあ貯めてた石丸ごと穴に入って今に至るわけなんですよね。ということでね、また今はね、家の周りをぐるぐる回って石を拾っているんですけども、それでもね、まだまだね、石はね、その辺に転がっているんでね、それを利用してコンクリ打設に向けて準備を進めていきます。でもあんまり良くないとは思うんですけど、ちょっとでもね、このかさ増しさせてバラスを節約してみようと思って、ところどころにね、この大きめの石をばらまいてみたり、で、バラスだけではなくて、この砂利もミックスしてみたりしてね、まあいろいろ試行錯誤しながらね、下地を作っていきました。そしていつぞやに作ったこのね、超適当人力転圧機で体力の限りね、この地面を固めていきました。で、ここもね、めっちゃ適当で進歩がないんですけどね、ある程度のこの目安のラインを書いています。で、黒い板に黒で書いてもね、これ見えるわけがなくてね、アホなんかなとね、自分で思いつつね、その辺にあったこの絵の具でね、ピンクラインを書いておきました。こういう作業もね、時間をしっかりかけて丁寧にやるべきと頭で分かってるんですけどね、どうしてもね、そこまでやれんなと。一番大体でやっちゃダメなところなんですけどね、もうこれはしょうがないですね。もうすいません。で、出したい高さをね、変えてみて気がついたんですけども、このままだとね、コンクリをね、7センチほど打つことになってしまうんで、砂利とバラスをちょっと買い足してきまして、約5センチになるように、再び下地をね、微調整しておきました。
ということで今回の動画はここまでさせてもらって、さすがにですね、この状況でフライパンとかね、食器とか出して料理する気にもなれなくてね、最近はここでね、七輪で鶏とか魚とかを焼いてますね。当然ね、家中に煙が充満するんですが、もともと昔はね、ここで奥戸さんで火を焚いていたと思うんで、この家にはね、これぐらいがちょうどよくて、なんか逆にね、しっくりきましたよ。なんか虫とかもね、自然といなくなるんですよね。普段はね、飲まないんですが、これだけ肉体労働するとね、発泡酒がうまいっすね。で、この日はね、スーパーで安売りしていたアジを焼いてますね。で、冷蔵庫の残り物にね、ナスビがあったんで、これもね、網の上で切って焼いて、これ洗い物めっちゃ少ないやん。っていうか、毎日これでええんちゃうかっていうね、なんかそんな感じがしてきましたよ。自然だし、すごく効率的だし、なんか結果楽やし、なんかいいなって思いましたね、この食べ方ね。ああ、いい感じやな。どこのね、いっぱい飲み屋かなって感じなんですけどね、見える風景は悪くないしね、魚はうまいし、満足感とともにね、もうキッチンこれでええんちゃうかなっていう謎のどうでもいい感じね。これ多分アルコールのせいだと信じてね、次回はコンクリちゃんと打っていきたいと思います。今回も最後までありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それではまた。